どうも、新田勝と申します。本チャンネルではプラモデルの制作やゲームなどの配信を行っています。今回は機動戦士ガンダムシードフリーダムよりデュエルブリッツガンダムを制作していきます。最新のキットだけあって合わせ目なども少なく、素組みでも非常に満足感が高いです。特筆すべきは追加装甲であるアサルトシュラウドの一体感、非常にマッシブな印象を受けます。そして中身であるデュエルガンダムは完全新規造形。2002年に発売されたデュエルガンダムアサルトシュラウドよりも大幅進化しています。しかしバックパックなどの色分けはいまいち、そこはハイグレードって感じです。今回はマスキングを用いた塗り分けもしつつ光沢塗装で仕上げていきます。まずは表面処理を行います。今回は下村アレックのシャインブレードウルトマ16を使ってみます。表面に240番相当の超粗め、裏面に1500番相当の超細めを持ったステンレス製のヤスリになっています。数回動かしただけであっという間に表面を整えることができます。240番相当というだけあって素晴らしい接着力です。面出しなどには効果的に使えるヤスリなんじゃないかなと思います。仕上がりを見てみましょう。全体的に綺麗に削れているように見えます。次に400番と思ったのですが600番で処理をしています。シャインブレードが結構綺麗な仕上がりだったので600番でもいけるんじゃないかなという判断です。断じて家に400番のヤスリがなかったなんてことはありません。そこから1000番2000番と処理を行いました。番手を飛ばした割にはかなり綺麗な仕上がりになってくれました。シャインブレードの切削跡が綺麗だったことも大きな助けになったような気がします。 V 字アンテナの安全フラッグを処理します。今回はニッパーでフラッグを切断するだけのお手軽工作でいきます。こんな感じで尖っていれば OK です。両側のフラッグを処理してヤスリで整えたものがこちらです。綺麗に尖ったアンテナはかっこいいですね。では塗装に入っていきます。まずは全てのパーツにガイアカラーの EX ブラックを塗装します。そろそろ黒以外の下地もやってみたいのですが、なんだかんだ重厚感が出るので黒にしてしまいます。関節や内部フレームなどのパーツにガイアカラーのスターブライトアイアンを塗装していきます。単体で見ると目立つ色をしていますが、組み立てると全体を引き締めてくれる塗料です。いい感じで塗れました。このメタリック感の強い発色が最高です。デュエルガンダムの青い装甲部分にはクレオスのクリスタルカラーサファイアブルーを塗装します。クリスタルカラーはパール塗料ですので、黒下地に塗装することで深みのある綺麗なパールブルーに発色してくれます。このギラッとした青色がいい感じですね。左腕装甲に装着されるグレイプニール2の黒部分はガイアカラーのパールゴールドで塗装します。パール感控えめながらもギラッと光る金色をしています。ビームライフルやアサルトシュラウドの黒部分はガイアカラーのガンメタルで塗装します。クレオスのメタルブラックと迷いましたが灰色に近いガンメタルを採用しました。白い装甲部分はまずスターブライトシルバーを下地に塗装していきます。メタリックを下地として白を塗装すると下地が浮き出てきて独特の雰囲気の白になります。ガイアカラーの EX ホワイトを塗装します。非常に隠蔽力が強い塗料なので若干濃いめに希釈すれば1回で綺麗に白が発色します。ただ粘度が高いため若干掃除がしづらいのが辛いところです。 EX ホワイトの上からクレオスのクリスタルカラールビーレッドを塗装します。白の上にルビーレッドなどのクリスタルカラーを入れると非常に良いアクセントになってくれます。動画だと分かりづらいですが薄く塗るだけで十分です。デュエルガンダムの各所にあるオレンジの部分を塗装していきます。まずは下地にガイアカラーのスターブライトシルバーを塗装します。続いてガイアカラーのクリアオレンジを塗装しキャンディーオレンジに仕上げていきます。粒子が大きめのスターブライトシルバーを下地にしているのでギラッとした目立つオレンジ色になりました。アサルトシュラウドの薄いブルー部分を塗装していきます。まずはスターブライトシルバーをキャンディーブルーの下地として塗っていきます。次にクレオスの GX ディープクリアブルーを塗装していきます。アサルトシュラウドよりも濃い色の塗料なのでこの後別のクリアカラーで調整します。クレオスのディープクリアブルーはガイアカラーのクリアブルーよりも青みが強い塗料になっています。クリアブルーで迷った時はまずディープクリアブルーを試すのがいいんじゃないかなと思います。ガイアカラーのクリアホワイトで塗装していきます。ガイアカラーのクリアホワイトは少し青みがかっており
キャンディー塗装に使うと若干透明感のある白っぽい青色になってくれます。今回は下地をキャンディーブルーにすることで、単体でキャンディーホワイトにするよりも色を青に寄せています。アサルトシュラウドっぽい色になってくれました。クリアホワイトの独特な色味がいい感じです。頭部のセンサーおよびツインアイは蛍光キャンディーグリーンにします。スターブライトシルバーを下地にガイアカラーの蛍光グリーンで塗装していきます。蛍光塗料を使うことでブラックライトを利用した発光ギミックが使えます。パーツによる色分けがされていない部分のうちオレンジの部分を塗装します。マスキングをした上で EX ブラック、スターブライトシルバー、クリアオレンジの順でキャンディーオレンジに仕上げていきます。こんな感じで塗れました。あとはマスキングテープを剥がせば OK です。ラッカー塗料で塗装する部分が終わったので、最後に EX クリアでクリアコートをします。メタリックやパールを保護し、発色を良くしたり、表面が平滑になってデカールが貼りやすくなったりします。ではデカールを貼っていきます。筋彫り銅のパーフェクトバイスに塗料スティックを固定、パーツがずれないようにしてからピンセットでデカールを置いていきます。相変わらず苦手な作業なのでかなり苦労しました。ずれないようになったらスポンジを使ってきっちりと密着させていきます。バイスにつけたままだとやりにくいので手に持って作業しています。翌日になったらマスキングテープで表面のニスを剥がします。明日のデカールはニスを剥がすことで表面の凹凸を最低限にすることが可能です。研ぎ出しとデカールの保護のためのクリアコートを行っていきます。1回目はデカールの保護を目的とした砂拭き、2回目、3回目は研ぎ出しに耐えうるクリア層を作るために厚塗りをします。3回目終了時点でデカールの段差がほぼなくなっているのが理想です。では研ぎ出しに入っていきます。まずはコンパウンドだと消せないような段差をマフレックス3000番で消していきます。全体的に光沢がなくなるまでヤスリがけをしていきます。光沢は消えてしまいますが、コンパウンドでしっかり復活するので大丈夫です。こんな感じになったらヤスリがけ終了です。ここで磨き残しがあると反射が歪んでしまい見栄えが悪くなってしまうので注意しましょう。ウルトラフィーな目消し肌調整用コンパウンドで磨いていきます。紙やすの裏面にコンパウンドを少量つけて磨き残しのないように丁寧に処理します。マフレックスで磨いたことで失われた光沢が一気に復活しました。これだけでも十分そうなくらいに綺麗ですが、まだまだ磨いていきます。次はウルトラフィーなコンパウンド HGN で磨いていきます。先ほどと同じようにスポンジに少量だけコンパウンドを出して磨いていきます。肌調整よりも細かくいろんな方向に動かしながら磨きます。かなり綺麗に仕上がりました。1段目のコンパウンドよりも圧倒的に美しい光沢になっています。ここからはエナメル塗料で部分的にキャンディー塗装を行っていきます。まずキャンディー塗装の下地としてタミヤのクロームシルバーを塗っていきます。隠蔽力が強いので下地は必要ありません。次にタミヤのクリアグリーンを塗装します。エナメル塗料を使ったキャンディー塗装は結構綺麗に仕上がってくれるのでおすすめです。塗り終わったので拭き取りを行っていきます。ラッカー塗料の上にエナメル塗料を塗装しても下地のラッカー塗装に影響はありません。はみ出した塗料はエナメル塗料用の薄め液を染み込ませたスポンジで簡単に拭き取ることができます。こんな感じで綺麗に塗り分けられるのでエナメル塗料は部分塗装にはもってこいの塗料となっています。頭部のセンサーも先ほどと同じようにタミヤのフラットブラックを使って塗装した後、薄め液を染み込ませたスポンジで目の出っ張り部分を拭き取っていきます。拭き終わったものがこちらです。若干拭き取りをミスってしまっている部分がありますが、こちらは面相筆を使って修正すれば問題なさそうです。バックパックの裏側、スラスターの内部は下出るカラーのアバドンブラックで塗装します。下出るカラーは拭き取りがしづらい場所などを筆塗りで塗装するのに利用しています。一度で発色しなかったとしてもすぐに塗り重ねられる上にムラが出にくいのが嬉しい塗料です。最後にウルトラフィーなグロスアップコンパウンドで磨いていきます。あくまで艶出し用ですので部分塗装をした上から磨くことが可能です。円を描くように全体をまんべんなく艶出ししていきます。しっかりとした鏡面に仕上がりました。これで研ぎ出しは完了です。
最後の組み立てに入っていきます。今回はいろいろな事情や体調不良などで動画が出るまでに時間がかかってしまいました。しかし昔は苦手だったマスキングが非常にうまくいったり、自分なりに成長を実感することが多く、とても楽しく制作ができました。いろいろと課題はありますが、良い仕上がりになったんじゃないかなと思います。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。感想などございましたら、ぜひぜひお気軽にコメントなどしていただけると嬉しいです。また、チャンネル登録や高評価などをいただけますと一層の励みになります。他にもプラモデル制作動画を上げているので、そちらも何卒よろしくお願いいたします。では完成動画をご覧ください。